皆さん、おはようございます。今日は私の仕事についてお話しします。今、私は大学の4年生です。アルバイトをやっています。私は英語の先生です。毎週、水曜日と金曜日に小学校に行って英語を教えます。子供の時、英語は一番嫌いな科目でした。毎日勉強しても全部忘れてしまいました。私だけではなく、他の日本人も英語が勉強できない。英語は難しいですね。私は11歳になったら、パパはアメリカへ出張して、私もアメリカへ行きました。最初は英語が喋れなかったから友達ができませんでした。毎日泣いて日本に戻りたいです。でもパパとママはいつも金子ちゃん頑張ってと言ったから私は一生懸命に英語を勉強してペラペラに話せます。高校生の時、いい大学に合格したいから、トイックに受けて満点を取れました。大学の1年生から英語教師のアルバイトを始めました。毎日子供たちと一緒に英語の授業を行います。私は基本的な単語やフレーズを教えます。例えば、こんにちはやありがとうといった言葉です。そして、英語の歌やゲームを使って子供たちが楽しみながら学ぶことができるようにします。また、私は子供たちに英語の読み書きも教えます。彼らに短い物語や文章を読んでもらい、理解できるように手助けします。そして彼らに簡単な英作文を書いてもらい、間違いを直したり、新しい単語を教えたりします。授業の間、私は子供たちが興味を持っているトピックに基づいて教材を選びます。例えば、彼らが動物が好きなら、動物に関する英語のレッスンを行います。また、季節や祝日に関連した活動も行います。私の目標は、子供たちが英語を楽しんで学ぶことができる環境を作ることです。私は子供たちが自信を持って英語を話し、書くことができるようになるのを助けることが大切だと考えています。最後に私は子供たちと一緒に楽しい時間を過ごします。彼らと一緒に笑いながら新しいことを学ぶことができて、私は本当に幸せです。皆さん、おはようございます。今日は私の仕事についてお話しします。今、私は大学の4年生です。アルバイトをやっています。私は英語の先生です。
毎週水曜日と金曜日に小学校に行って英語を教えます。子供の時、英語は一番嫌いな科目でした。毎日勉強しても全部忘れてしまいました。私だけではなく、他の日本人も英語が勉強できない。英語は難しいですね。私は11歳になったら、パパはアメリカへ出張して、私もアメリカへ行きました。最初は英語が喋れなかったから友達ができませんでした。毎日泣いて日本に戻りたいです。でもパパとママはいつも金子ちゃん頑張ってと言ったから私は一生懸命に英語を勉強してペラペラに話せます。高校生の時、いい大学に合格したいから、トイックに受けて満点を取れました。大学の1年生から英語教師のアルバイトを始めました。毎日子供たちと一緒に英語の授業を行います。私は基本的な単語やフレーズを教えます。例えば、こんにちはやありがとうといった言葉です。そして、英語の歌やゲームを使って子供たちが楽しみながら学ぶことができるようにします。また、私は子供たちに英語の読み書きも教えます。彼らに短い物語や文章を読んでもらい、理解できるように手助けします。そして彼らに簡単な英作文を書いてもらい、間違いを直したり、新しい単語を教えたりします。授業の間、私は子供たちが興味を持っているトピックに基づいて教材を選びます。例えば、彼らが動物が好きなら、動物に関する英語のレッスンを行います。また、季節や祝日に関連した活動も行います。私の目標は、子供たちが英語を楽しんで学ぶことができる環境を作ることです。私は子供たちが自信を持って英語を話し、書くことができるようになるのを助けることが大切だと考えています。最後に私は子供たちと一緒に楽しい時間を過ごします。彼らと一緒に笑いながら新しいことを学ぶことができて、私は本当に幸せです。